前回に引き続きアマゾンの剣をやっていきますよ。前回は王様を見つけたところだったよね。犯人がわからずでしたね。王様を見つけ出したそうですね。いやー、大したものです。まだペンタワイはお帰りにならないのですか？またいつか魔物どもの反撃があるかもしれません。早々にお帰りになった方がよろしいですよ。何かいてほしくなさそう。いやはや王様が見つかったとか、よくやりましたね。あの方が無事でみんな喜んでいますよ。前の王様とはえらい違いですからね。前の王様は大層女好きで暇さえあれば城を抜け出し、農民の娘にちょっかいを出していたと言います。ちょっかいを。一説では子供まで産ませたとか、誠か嘘か分かりかねますけど。前の王様か。やっぱりお家騒動？ここは銀の盾事という名前の宿屋。中はもぬけの殻になっており、奥の方でここの主人が呆然と立ち尽くしている。あんた、あの王様を助け出したんだってね。いや、大したもんだ。だけど、このアンナ様にはかなわないね。こう見えても私は昔神様の機嫌を直したことがあるんだ。まさかあの時のアンナ？詳しくは、天の神々たちの会で、どうだい？驚いて目が点になっただろう。ああ、あの頃が懐かしいね。これ、今どれくらいの年進んだんだろう？若返りとかで結構年は進めたのでわからないですね。ここはバネルバと他の町の間を旅しながら商売している交易商人エヴァンの家だ。王様を見つけ出したって言うじゃないか。いやー、よかった。これでまた交易に精が出せるよ。実はね、この前交易に行った町で面白い話を聞いたんだ。前の王様と農民の娘との間に生まれた子供がこの町にいるって言うんだ。一体今どこでどうしているのかね。娘がいるのか。ちょっと私はこれから南の神殿を見てまいります。どうしても気にかかることがありますので。では失礼。気になること？ジョアンナ様がこっちに来なかったかですって？いいえ、来てませんよ。ここから先は立ち入り禁止区域となっています。何人も通すことはできません。じゃあどこに行っちゃったの？商人が胸を刺されて死んでいる。その手には黒い十字架が握られている。黒い十字架？これ国王の娘の情報が原因って考えると、ジョアンナがすごい怪しいけど。あら、いらっしゃい。今日はまた何のご用？商人のエヴァンが殺された。そんなまさか。何か変わったこと？そうね。そういえば、この衛兵らしき者がエヴァンの家に入っていくのを見たけど。この衛兵、ジョアンナはこの衛隊長。嘘だろう。商人のエヴァンが殺されたなんて。なんであんな良い奴が殺されなきゃ。そういえばさっきこの衛兵らしき者がエヴァンの家から出てきたのを見たけど。王を助け出したそうじゃな。でかした。実を言うと犯人の見当はすでについておるのじゃ。これから女王に会って教えてくるつもりじゃ。これ大丈夫？口封じとかされない？最近真夜中になるとこの衛兵の部屋の明かりがついたり消えたりするんだ。あいつらもしかしたらなんか怪しげな儀式でもやってるんじゃないのか？この衛兵たちがなんか怪しいよね。帰らないのか聞いてきたのもこの衛兵だったし。アマゾンの剣について聞きたいって。いいとも。聞かせてやろう。アマゾンの剣とはこの町を築き上げたという戦いの女神バネルバが持っていた代物なんだ。伝説によると遠い昔この辺りには数多くの魔物たちが住み着いていて、人々を襲ったり畑を荒らしたり悪行を重ねていたという。それを天井から見ていたバネルバはアマゾンの剣を片手に地上へ降り立ち、魔物を地底の奥深くまで追いやった。そして剣で周りの岸壁を崩すと二度と魔物が出てこないように剣に呪文をかけて奴らを封印したんだ。伝説は本当にあったことだったんだね。あの剣は取ってはならない代物だったんだ。あれ？悲しいことが起きた。魔法使いのおばばが何者かに殺されたのだ。やられた。一体誰がおばばを殺したのだろう。おばばは死ぬ間際に黒い十字架と言っていたそうだが。また黒い十字架。それは黒ミサを行う者が持つという黒い十字架ではないか？殺された商人の手に握られていた？一体誰が殺したというのだ？目撃者はおらんのか？魔法使いのおばばも殺された。だと、黒い十字架と言って、女王も心当たりはないか？王様をお見つけになったそうですね。この衛隊長のジョアンナ様についてですか？申し訳ありませんけどあの方についてはあまりよく知っていないのです。
ただ農民の出身で5年くらい前に、この城の兵士におなりになったという噂を耳にしたことがありますわ。それが今では近衛兵の隊長様なのですから目覚ましい出世ですわ。農民出身。王様を見つけたそうですね。すごいですわ。最近なんか変わったことですか？そうですね。あ、そうそう。この前図書室を掃除していたら本棚の隅っこに見たこともない巻物が1本ありましたわ。図書室に？ここが図書室だけど。この本棚には主に王族や城に関するものが収められている。本棚の隅に近衛兵たちの名前が書き並べられた巻物がある。それは女王に謀反を起こすと誓いを立てた誓約書だった。そんなのなんでこんなところに。誓約書を手に入れました。そなたの持っているその巻物は、なんと、近衛兵たちがこの私に謀反を起こすと誓いを立てた誓約書？わからぬ。なぜジョアンナがこの私を殺害しようと。ああ、王の意識はまだ戻らぬのか？王は未だ昏睡状態にあらされます。面会は。と、その時寝室の中から声が、待て、衛兵。今、目が覚めた。起きたことを女王に知らせてまいれ。話聞けそう？心配をかけたな、アネリーナ。タルフ、体の方はもう大丈夫なのですか？まだ完璧とまではいかないが、どうしてもそなたに話しておきたいことがあってな。ジョアンナについてじゃ。知ってそう？ジョアンナ。あの者が何か？あの者。ジョアンナはそなたの腹違いの妹じゃ。やっぱりそうなんだ。そなたの父上は30年前、農民の娘との間に子供を設けていた。ジョアンナと名付けられたその女の赤ん坊は城に引き取られることもなく、一生農民の子供として育てられることになった。だが彼女の母親が病気で死ぬ間際に、彼女の出生の秘密を明かしてしまったのだ。王族であれば病によく効く薬などすぐ手に入るのに、彼女の王族に対する憎しみがそこで生まれた。そして今回の犯人についてじゃが、その日の夜、わしはたまたま図書室で遅くまで読書にふけっておった。真夜中を過ぎた頃か、誰かが廊下に出たような気配を感じた。扉を開けて廊下を見てみると、なんとそこには黒装束の近衛兵たちが階段を降りてゆく姿があった。わしは彼女らの後をつけ、事の成り行きを見守ってみることにした。やがて、彼女らは南の神殿にたどり着き、中の一人がアマゾンの剣に手をかけた、ジョアンナだった。わしが止めに行こうとしたとき、すでに彼女は剣を抜き終えていた。おびただしい魔物どもが岩を崩して現れ、四方へ散らばっていった。彼女は町に混乱を起こし、その隙に乗じて、アネリーナ、そなたを殺そうと目論んだのだ。彼女は悪魔と契約を結び、この町の王座につく代わりに、そなたの命を悪魔に捧げると約束したのじゃ。まさかジョアンナが犯人、しかも私の腹違いの妹だったとは。近くにいながら気づいてやれなかった自分が口惜しい。しかし、悪魔の手先となった今ではもうどうにも手の下しようがない。せめて物姉心、苦しませずにメイドへ送ってやりたいが、私には妹を殺すなどできない。やっぱり？勇者よ、私からの最後の頼みじゃ。そなたの手で妹を安らかな眠りにつかせてやってはくれまいか。まあこうなるよね。では南の神殿へ行くがよい。妹はそこにおるはずじゃ。いよいよラストスパートだね。途中に敵はいないみたいだね。ぴょんぴょん跳ねて当たらない。まずい。やられた。
度は、ちゃんとヒールも併用していこう。こっちも、もう少し機動力があれば。やった。アマゾンの剣を見つけました。アマゾンの剣を渡しました。妹をメイドに旅立たせてくれたようじゃなペンタワの勇者よ。そなたに褒美の品を使わす。我が王家に代々伝わる剣じゃ。アマゾンの剣に勝るとも劣らない魔力を秘めておるさ。受け取るがよい。ノーイラテームの剣をもらいました。実はノーイラテームはすでにエンチャントしてるんだよね。そなたには本当に感謝しておる。ペンタワへ帰っても達者でな。ではさらばじゃ。これで帰れるかな？帰ってきた。王の指輪とか誓約書とか持って帰ってきちゃってるんだけど。これで追加シナリオ1はクリアですね。戦闘がボス戦だけとは思わなかったね。でも、ちょっと実力不足を感じるよ。ではこの辺りで不老不死にしてしまいます。そうだね。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。